カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今回は久しぶりにメドレーをやります。ユンミンスさんのお酒の代表曲をメドレーにしてカバーするんですが、まずはメッセージ紹介からいきたいと思います。할 수 있어さんからアンサーメッセージをいただいておりますので紹介します。후카씨 안녕하세요. 할 수 있어입니다. 처음 이름이라고 말해주셔서 감사합니다. 메시지를 읽어주셔서 감사합니다. ということで冒頭をなんと韓国語でいただきました。ありがとうございます。ふかさんこんにちは。할 수 있어です。いい名前だと言ってくださってありがとうございます。メッセージを読んでくださってありがとうございますという意味ですね。そして続き、このような形で放送で読まれるのは長い人生で2度目でびっくり感激いたしました。1回目は KBS の日本語放送で読まれて、その時はその後実際にスタジオまで行った思い出があります。ということで、すごいですね。KBS は日本の NHK みたいな放送局なので、その日本語放送にメッセージが採用されたんですね。いや、すごい経験をされておりますね。そして続きの部分。さて、長年探し求めていた答えが一つ見つかりました。キスの여자이니까。まさにドンピシャの正解です。これを探していたんです。よく見つけてくれて嬉しいです。もう一つのキム・ゴンモさんはちょっと違いました。登場人物は女性一人でカップルではなかったです。引き続き探していただけると嬉しいです。駅舎だったかどうか私の間違いでしたらごめんなさい。とてもマニアックな内容で毎回楽しみに聞いております。リクエストしたい楽曲もありますので、それが許されるのであればまた書き込みいたします。と만나요ということでいただきました。ありがとうございます。いや、キスの方だけでもね、正解できて嬉しいですね。実はこのミュージックビデオ創作の話題はツイッター上で少し話題になりまして、ツイッターで相互フォローしてくださっている方に韓国歌謡マニアの大先輩がね、複数いらっしゃるんですよ。それで駅で歌ってるミュージックビデオってどの曲だろうといろいろ探してくださって、で徐々にねそれが大喜利みたいになってきてですね、いやさすがにこの曲はないだろうけど、でもこんな面白いミュージックビデオあったよねみたいな、なんかそんな話題のミュージックビデオをシェアするみたいな回になっておりました。ハルスイストさんがお探しなのは登場人物が女性一人で、駅舎のような場所で歌っているミュージックビデオということですね。またこれかなっていうようなビデオに出会いましたらシェアいたします。そしてリクエストの方は募集中でございます。番組の構成の関係でお待たせしてしまう可能性あるんですけれども、基本的にリスナーさんからのリクエストにはお答えするつもりでおりますので、ぜひ気軽に送ってください。そしてグマナスティさん、さやさんからもメッセージをいただいております。グマナスティさんは来週、そしてさやさんは11月の最初のトークテーマとしてお話しさせていただこうと思っております。いつも皆さんメッセージありがとうございます。さて今回はユンミンスさんの代表的な酒ソングをメドレー形式でお届けします。個人的にお酒の歌といえばユンミンスさんが思い浮かぶんですよね。ユンミンスさんは粗めのハスキーボイスで、絞り出すような小さな声から叫びに近いような高音まで多彩な音色を持っていらっしゃるボーカリストなんですが、なんというかね、歌の情緒がすごいんですよ。悲しい歌詞の時はすすり泣いてるようなトーンで聞こえるぐらい感情表現が強くて、それゆえですね、お酒がすごく合うなと個人的に思っています。ユンミンスさんの歌声を聞いていると、酔って感情が溢れてきてしまうっていうような情景がね浮かぶんですよね。この番組でユンミンスさんを取り上げるのは初めてなので、ちょっと基本情報からさっと紹介しておきますね。ユンミンスさんは1980年生まれの42歳で、1998年にフォーメンという
男性ボーカルグループのメインボーカルとしてデビューします。フォーメンは時代ごとにメンバーが入れ替わっているんですね。今は4期メンバーが活動しているんですけれども、2期まではメンバー4人いたんですが、3期からは3人になってるんですよ。でもユニット名はフォーメンのままなんですね。で、私は3期のフォーメンがね一番馴染みが深いんですけれども、来年はこのフォーメンのね曲も何曲かカバーしてみたいなと思っております。そしてユンミンスさんは2002年から R&B グループバイブのリードボーカルとして活躍されていて、特に2006年に発表した第3週アルバムレフィールが大ヒットします。その中の収録曲のスリア酒だという曲と、チャンヘジンさんという女性歌手とデュエットしたクナムジャクヨジャその男その女というこの2曲がね特に大ヒットするんですね。で、チャンヘジンさんはバラードの女帝と言われていて、この方も非常に情緒豊かな歌唱をされる女性歌手様でございます。で、今日はこの2006年のヒット曲スリア酒だはメドレーの2曲目にカバーします。メドレーの1曲目に持ってきたのはスリムンジェや酒が問題だという曲で、この曲は2019年の発表なんですが、2006年にユンミンスさんとデュエットしてヒットした女性歌手のチャンヘジンさん、この方との13年ぶりの共作っていうことで大変話題になってヒットした曲です。で、この曲はねつい3年前の曲とは思えないですよ。クラシカルっていうか、なんかもう90年代とかからありそうな、昔からありそうな曲なんですよね。で、こういった曲を若い人も愛して聴くっていうこの韓国歌謡の文化が、私はねとってもいいなと思うんですよね。今の20代の人とかにもこういう曲が刺さるんだなっていうのがね思います。私はこの曲が大好きで、本当はねフルカバーしたかったんですけれども、この曲はデュエット曲なので男性パート女性パートっていうのがあるからこその良さみたいなのがあるんですよ。なので一人で全部歌うのもちょっとなというふうに思って、今回は1番だけ歌ってスリア酒だという曲と組み合わせるっていうことにしました。いつかユンミンスさんの男性パートの方を歌ってくれる歌手の方とデュエットしたいなと思っている曲です。もし誰かいらっしゃったら紹介してください。では歌詞の内容紹介に入っていきますが、これはねどちらもテーマは失恋の曲なんですね。酒と失恋っていうのはもうこれバラードセットですよね。なのでなかなか切り離せない2つのテーマでございます。まずスリムンジェや酒が問題だは、お酒を飲むたびに相手を思い出して電話をしてしまう。それは酒が問題なんだ、酒のせいなんだよっていうような歌詞ですね。で、今回は1番だけカバーしたんですけれども、曲が盛り上がってくると最終的には酒じゃなくて내가 문제야、僕が問題なんだっていう風に気づいてくるっていう、その認知が改善してくるっていうような感じもこの曲好きです。ではまず A メロの最初の部分ですね。그리워서 한 잔、恋しくていっぱい、생각나서 한 잔、思い出していっぱい、내 눈물 섞어 한 잔、僕の涙が混ざっていっぱいと한 잔マシだ、もう一杯飲むということで、この数十秒の A メロの間にすでに4杯飲んでるんですよ。なかなかの急ピッチで飲んでいくスタイルですよね。半잔半잔半잔ということでもう4杯飲んじゃってると。そしてサビの部分の歌詞いってみます。술이 문제야 문제、酒が問題だ、問題なんだよ。자꾸 너를 떠올리게 해、ずっと君を思い浮かばせる。술이 문제야 문제、酒が問題なんだよ。자꾸 네가 생각나게 해、ずっと君を思い出させるっていうことですね。このなんとかゲヘっていうのが何々をさせる詞液形の文法なんですね。だから思い浮かばせる、思い出させるとね、酒がそういう状況を作ってくるんだよっていうことを言っています。そして次、정말 미친 듯이 보고 싶어 한 잔、本当に狂うほど会いたくていっぱい。
정말 미친 듯이 그리워서 한 잔本当に狂ったように恋しくて一杯はい、また2杯飲みましたね、ここの歌詞でね。そしてサビの最後の部分한 잔 두 잔 기울이면一杯二杯と飲んだら、このねキウリだっていうのは傾けたらっていう直訳なんですけど、多分こう杯をぐっと傾けてもう飲み干すっていう意味だと思います。너의 기억 모두 끊어질까 봐君の記憶がすべて途切れてしまうかと思って술 한 잔 냈어요。酒を一杯飲んだんだよっていうような歌詞なんですね。最後술이 한 잔 냈어요って酒を一杯やったよってなってるんですけど、実際にはこれ酒一杯じゃなくていっぱい飲んでますよね。一番の歌詞の中だけですでにね6杯飲んでることになってるんですよ。で6杯ってちょうど瓶1本開くぐらいの量なんで、なんかこのねツッコミを意識して書いた歌詞なのかわかんないですけれども、1番でちょうど綺麗にね1本開く量を飲んでるっていうところに、私のような酒飲みとしてはですねちょっと様式美を感じてしまうというような歌詞でございます。そして2曲目スリアの歌詞に入っていきますね。このスリア酒だという曲も失恋して酔っている状態の曲なんですけれども、悲しみを酒で流し込んで彼女の悪口を言いながらもやっぱり恋しく思い出してしまうっていうような感情が描かれております。でこの曲はねサビの部分の歌詞を紹介しますね。난 늘 술이야 맨날 술이야僕はいつも酒だ毎日酒だよ。널 잃고 이렇게君を失ってこんなに내가 힘들 줄이야僕が苦しむなんてっていう歌詞から始まるんですけど、このルチュリアっていうのは意外性みたいなのを表す表現ですね。こんなに苦しむなんて知らなかったよみたいなヒムデルチュリアっていう、そういうなんか意外にもこうなってしまったみたいな感情が表される文法です。今回なんでこんなに文法が入ってるかっていうと、この収録がですねトピックの直前なんですね。今週末なんですよ。放送はねもうちょっと後なんですけれども、それでちょっと文法の復習をしてるので今日はちょっと文法解説が多めになっております。そして次の部分の歌詞です。이제 난 남이야もう僕は他人だ정말 남이야本当に他人だ。널 잃고 이렇게 우리君を失ってこんな風に僕たちは영영 이제 우리들은 남이야永遠にもう僕たち二人は他人なんだっていうね、まさに悲しみの渦中で酒を煽って飲んでいるという感じの歌詞でございます。そしてこの曲をね酒が問題だから酒だっていう風に2曲続けて歌うと、酒が問題だと認識しながらも毎日酒を飲んでしまう人メドレーの出来上がりなんですね。実際には曲の発表の時系列は逆なんですけどね。でも私もお酒が大好きなので健康に注意しながらね適量をというか控えめに飲むように心がけております。では曲を聴いてみてください。チャンヘジンさんとユンミンスさんのデュエット曲酒が問題だとバイブさんの酒だという曲をメドレーにしてカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。実はチャンヘジンさんもバイブの酒だをカバーされています。今回のカバー曲はどちらも女性カバーバージョンがある曲なので参考にしてカバーしやすかったですね。で多分チャンヘジンさんは私よりも一つ高いキーで歌っておられると思います。今回の曲はそんなに音域が広くなかったのでどちらの曲も3つぐらいのキーから選ぶことができて、逆にねどのキーが合うのか声に合うのかっていうのはちょっと悩みました。あとメドレーを作る場合は前後の曲のキーの整合性みたいなものもあるんですよね。この2つの曲を関連のあるコードでつないでいくのがいいのか、逆にガラッと雰囲気を変えてしまって転調した方がいいのかっていうのをいろいろ歌って実験してですね、今回の構成に落ち着いたんですけれども、今回はテンポも曲も雰囲気を変えるっていう感じで選択しました。1曲目はちょっと切なさが出るように高めのキーで歌って、2曲目は諦め感と疲れっていうのを
テーマにね意識して低めのキーでちょっと選んで歌ってみました。今日また YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しております。その他の外国語字幕は YouTube 字幕の方でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。